今日は長芋の大葉漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、長芋の大葉漬けを作っていきたいと思います。こちらはですね、長芋を大葉で巻いて、あとは漬け込むだけなのですごく簡単です。ご飯のおかず、あとはお酒のおつまみにもぴったりな一品になります。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。長芋、大葉、お醤油、みりん、お水、お酢、お砂糖、ごま油、にんにく、唐辛子。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まず長芋なんですが、今の状態で約 200g です。こちらは目安にしてみてください。そして大葉ですね。こちらを長芋の量に合わせて使用していきます。なのでこちらの枚数はね、長芋に合わせて用意するようにしてください。あとはですね、今回生のニンニクとあとは唐辛子を入れていきます。辛いのが苦手だったり、ニンニクを少し控えたい場合はこちらを抜いていただいても大丈夫です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにタレを作ります。小鍋にお醤油、そしてお水、続いてみりん、あとはお酢、そしてお砂糖を入れます。これで火にかけましょう。火加減は中火です。一度こちらを沸騰させてください。時折混ぜながらね、加熱していきましょう。くつくつ沸騰しました。そしたらこのまま30秒ぐらいですね、ひと煮立ちさせてください。吹きこぼれないように火加減は調整しながらね、加熱しましょう。はい、 OK です。これで漬けだれは完成です。こちらはこのまま粗熱を取って一度冷ましてください。それでは続いてニンニクを切ります。まず皮を剥きましょう。ニンニクに関しましてはこちらはこのまま薄くスライスします。はい、そしてこのようにスライスしたら真ん中のこの芽を取り除いてください。これはえぐみの原因になるので必ずね取り除きましょう。はい、このようにね芽を取り除いてください。そしたらですね、先ほど作ったこちらのタレの中に入れておきます。ニンニクの香りをねタレに移しておきましょう。それでは続いて唐辛子ですね。こちらはキッチンバサミでまず半分に切ります。そしてこの種を取り除いてください。そして取り除いたらこちらは輪切りにします。スーパーにはね輪切りになってるものがすでに売ってたりするので、そちらを使っていただいてももちろん OK です。このように切ります。そしたら唐辛子も同じようにこの中に入れましょう。そしてこちらのタレは一度このまま冷まします。それでは続いて大葉ですね。こちらは一度水洗いします。そしてペーパーに広げて水分をねしっかり拭き取っておきましょう。上からペーパーをかぶせて優しく押さえつけて水分を拭き取ります。拭き取ったらこのように茎の根元を合わせます。そして茎を切り落としましょう。大葉はねこのように準備しておいてください。それでは残りの大葉もね同じように行っていきます。それでは続いて長芋です。こちらはまず皮を剥いてください。そして皮を剥いたらだいたいね 4,5 センチ幅ぐらいになるように一度切ります。そしたらこちらをだいたい1センチ幅ぐらいに切っていきます。ちょっとね滑るので手を怪我しないようにだけ注意しながら切ってください。あとはこちらをねまた縦に1センチ幅に切っていきます。だいたいで大丈夫です。はい、長芋はこのように切ってください。そしたら続いてこの長芋を大葉でくるんでいきます。このように大葉でくるっと長芋を包んでください。こんな感じです。巻き終わりをね下にしておきましょう。それでは残りもね同じように大葉を巻いていきます。は
はい、すべて巻き終わりました。今回は全部で20個分になります。なので大葉もね20枚使ってます。こちらは目安にしてみてください。そしたら保存容器を用意してください。この中に大葉を巻いた長芋を入れていきます。巻き終わりが下になるようにね置いてください。はい、このように入れてください。そうしましたらこの上から冷ましておいたタレをかけます。そしてあとはごま油です。このようにかけたら上にねピタッとラップを貼り付けて、そしてこのまま30分漬け込んでいきます。はい、30分経ちました。ラップを外します。このように美味しそうに使ってます。あと漬け込み時間に関しましては味見をしていただいてお好みで調整してください。これで完成です。はい、これで長芋の大葉漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり馴染んで美味しそうに仕上がってます。漬け込み時間はねお好みで調整してください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。大葉の香りが効いててすっごく美味しいです。味もねしっかり馴染んでます。あとはニンニクの風味もね結構効いてるのでお酒のおつまみにもぴったりだと思います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の長芋の大葉漬けのポイントです。まず長芋なんですが、長芋に関しましてはだいたい長さが 4,5 センチぐらいになるように切って、その後はだいたい1センチ幅で切るようにしてください。長芋を切るときはつるっと滑ったりするので手を怪我しないようにだけ十分に注意して切るようにしてください。そして大葉に関しましては大葉は水洗いして、そして水分をしっかり拭き取っておいてください。そしてタレについてのポイントです。タレに関しましては全て加えてこちらを一度ひと煮立ちしっかりさせてください。そうすることで気持ちが良くなります。あとは切ったニンニクと唐辛子を加えてそのまま冷まして使うようにしてください。熱々の状態で入れると大葉の色味がねちょっと悪くなってしまいますので、タレはね冷まして入れていただいた方が仕上がりの見た目がね良くなると思います。あとは長芋に大葉を巻いて、そして保存容器に並べて、そして作っておいたタレを回しかけてだいたい30分ぐらい漬け込んで召し上がってください。この漬け込み時間に関しましては味見をしていただいてお好みで調整していただいて OK です。だいたいこちらをですね 2,3 日ぐらいで召し上がっていただくのがおすすめです。もし味がねしっかりついてもうこれ以上しょっぱくしたくないなという時はタレを切って保存していただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は長芋の大葉漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。